こんばんは。冬のなんかさ、春のなんかね、最終回、終わりました。で、全部見終わってからちょっと感想をね、言おうと言っていたので、今日は見終わった感想をちょっとまとめましたんで、ちゃんと最終回見ながら。今日はそれを、ちょっとね、良かったですね、とても、最終回。いや、なんかどこまでも、なんかね、答えの出ない感じがとても良かった。一旦そのドラマを、見てない人もいるかなと思うんで、軽くおさらいしますと、冬のなんかさ、春のなんかねは恋愛を軸にしながら人を好きになることの不器用さやタイミングのズレを丁寧に描いた等身大のラブストーリーで、主人公が杉咲花演じる土田綾菜です。彼女は小説家ですね。で、綾菜は過去の恋愛経験から本気で人を好きになることにどこか臆病になっているという経験というか現状があります。そんな中、コインランドリーで出会った美容師の幸男と付き合い始め、穏やかで心地いい関係を築いていくというのが最初の入り的な感じ。しかし綾菜の周りには過去に好きだった人や元恋人、思いを寄せてくる男性たちが再び関わり始め、好きって何、ちゃんと愛せてると自分の気持ちに向き合わざるを得なくなっていくという感じの物語です。そして登場人物、綾菜と関わる他の男性陣が、まず幸男が彼氏、現在の彼氏で、幸男と付き合っていくっていうストーリーが主に描かれていく。幸男は、成田凌演じる幸男、美容師でコインランドリーで綾菜と出会うんですね。その出会うシーンもなんか面白かったよな。音楽音漏れしてますよのくだりから、一緒に聴きますかみたいな、ちょっとなんか話ずれてるけどなんか気やっちゃうみたいな。で、次が小太郎、岡山天音さんかな。最近平休み見まして、僕今更かもしれんけど平休みをアマプラで見まして、この岡山天音さんとてもいいなっていう風にちょうど思ってるところで、冬のさ春のねが岡山天音演じる小太郎っていう登場人物がいるんやけど、小太郎はもうとにかく綾菜が大好きで、綾菜はもう小太郎に対しての当たりがもう一番雑に扱ってる。でも小太郎は雑に扱われてもなんかそっぽ向いたりせずに、もうはっきり落ち込んだりするんやけど、それでもずっと好きってまっすぐに落ち込み、まっすぐに気持ちを伝え、でも離れないっていう、もうずっと好きでいてくれるっていうのが小太郎。小太郎との関係はさ、どこのシーン、あれや、ホテル行くみたいな、ホテル行けばいいんでしょみたいなくだりがあって、綾菜がほんでホテル行って、で何もしいひんだけど、小太郎がお風呂入ってお風呂上がってきて、泡のくだりが一番面白かった。このドラマで一番面白かったかも、あそこ。やっぱあの人やからあんだけ面白いよな。いいキャラしてる、ほんまに。あとは何人かいるんやけど、山田さんは綾菜と同じ小説家で、先輩なんかな、小説家として。で、綾菜の恋愛の最もなんか深いところ、根本の悩みみたいなのを打ち明けれる相談相手みたいな立場で、
関係がなんかよくわからんまま続くみたいな、お互い好きなんかなみたいな、小説家同士やからちょっとなんか一歩引きながらずっとお互いの内面を打ち明けられるみたいな感じ。綾菜はこの人に対してはそんなになんかひどいこと言わへんし、もうちゃんとなんか心のどこかをその人に預けてるみたいな感じはする関係。他にも何人かはいるけど、この3人がまあ主な登場人物かなということで、まあ最終回ね、最終回に至るまでまあいろいろ話があるんやけど、まあそこはもう見てもらったり、まあ、思い出してもらったりしてちょっとんで、最終回はその綾菜と幸代がカフェで幸代から話があるって言って出会ったコインランドリー集合で、その後どっか行こうかみたいな感じでカフェに行くんやけど、もうその幸代のさ話し出す感じがさ、もう何かある話あるよ、なんか大事な話あるみたいな、もう別れ話かなみたいな察する感じで、カフェで2人話し合うんやけど、もうなんか苦しかったな、話し出すまで。あれよな、なんかほんまにさ、なんかほんまに別れる瞬間のちょっとうまく息ができない感じがすごい感じた。カフェで2人座って、ほんで綾菜が先にカフェに来て先に話していいって、確か綾菜の方が先に話し出すんよ。でその綾菜はそのカフェに来るまでに小太郎とか山田さんとかの関係を切ってカフェに来るわけだから、綾菜はもう幸代と幸せになるんだっていう覚悟をある意味決めてカフェに来る。ただ幸代は違うんやな。幸代は美容師のアシスタントみたいな女性と、じゃあ綾菜さんと別れたらちゃんと付き合いましょうねみたいなこと言ってカフェに来るから、こっちは別れ話、こっちはもう真剣に付き合いますみたいなさ、対極のさ話し合いがあるんやけど、で綾菜はその今までこう幸代と付き合っていた時に他の異性とさいろいろあったことをちゃんと正直に言うんよ。幸代と付き合った時に浮気したりとかちゃんとそう伝えて、その時にやっぱ綾菜はさ自身のなんかしっかり自分の価値観みたいなものをちゃんと伝えたいっていう、自分にこう嘘をつけない性格、嘘を貫けない性格やから、もうそういう男性ともあったんやけど関係を切ってもうやめましたっていうのを伝えると。でもなんかまああれ思ったけどさ、まあ現実的なドラマやん、結構生々しいというか、けどなんか現実やったらさ最初に伝えるくない？付き合う前に。自分やったら最初に伝えるかな、そういうどういう恋愛観かとか。でも人によるのかな、タイミングで付き合ってからさ誰々とどう会ってみたいな、最初に言わへんのやって自分は思ったんやけど、まあそれはもうやっぱドラマですし、そこを言及するっていうのはちょっとナンセンスかなっていうドラマなんで、このいろんな登場人物との関係性の中で愛の形みたいなものを考えるのが醍醐味なドラマかなと思うんで、まあその辺のリアリティはちょっと一旦置いといて、で綾菜はその自分の恋愛観を伝える時に言わない方がお互い幸せなんだけどみたいなことを言って、それを正直に話すんよ。浮気したことがあったりみたいな、関係がそういうずっと関係が続いててみたいな、それを伝えることにさ綾菜自身のやっぱそういう関係を続けている自分に
こういろんなことを思うわけやん。いいこと思わへんやん、自分に対して。だから最低な人間という自覚を持ちながら、最低なんやけど正しくまっすぐ評価されたい。ほんまにユキオに最低だって思われるんやったら、まっすぐ伝えて、まっすぐちゃんと最低な人間だって思われたいんかなみたいな正直さが出てるなっていうふうに思いましたね。あの言葉言わない方がお互い幸せなんだけど。んで山田さんの話をユキオにするとこでさ、なんか山田さんは小説家の仲間やから、やっぱ死が近くにあるような人みたいなことを言ってて、死が近くにあるから心配でみたいなことを言って離れられないみたいな、ずっと気にかけちゃうみたいなことをユキオに言うんやけど、それを伝えた時に結構綾菜とユキオの対比がこう出たなっていうような感じがあって、死が近くにあるから心配なんだよねみたいな言ったら、ユキオはもう人質じゃんって、そんなの俺一番そういうの嫌いかもみたいな、嫌かもみたいなことを言うんよユキオは。でも僕は結構このドラマ綾菜視点で見てて、まあどっちかって言ったら綾菜かなみたいな、綾菜視点で見てて、まあ多分作者も綾菜視点を深掘りできるように書いてると思うんやけど、ユキオの方を深く書いてないから、まあそっち綾菜よりの人が見るドラマかななんて思うんやけど、そのなんか人質じゃんみたいな、一周されるみたいなとこが、これを理解できない人というこのなんか来るななんか来る自分がそう言われたら、いやまあそれはそうって思うのと同時に、これを理解できひんっていう、やっぱ経験のなんか生まれて生きてきた過程の違いというか、あれは答えますね。だからユキオは人生で多分生きてて死を一度もイメージしたことがないゆえの価値観で、まあ健常者であれば当たり前なんやけど、いざ会話でこう目の当たりにすると、あーってこうやっぱそうやんなみたいな、まあそう思うのが普通よなみたいな風に、なんか責めるわけじゃないんやけど、こう現実にすごい壁がバーって一気に出る感覚があるなっていう風に思いましたね、あのシーンは。で綾菜は黙ったままユキオと付き合い続けれないみたいなことをポロって言うんやけど、まあもうユキオはもう別れるっていうのを決めてそのカフェに来てるから、この言葉の瞬間にもう別れるけど言ったなみたいな。でもユキオはその山田さんのことを心配するんよ。綾菜は山田さんと会うのをやめたみたいなことを言ったら、ユキオは山田さんは大丈夫なのみたいなって心配するんよな、山田さんのことを。だからそこで山田さんのことをまだ心配できるユキオの人柄の良さが、またこれがなんか対比を深くしてるような。ここでちょっとぐらい綾菜のことをけなせば綾菜の気持ちは和らいだかもしれん。ちょっとぐらいこう、いやーそんな関係持ってるなんてなんかどうなんみたいなって言われた方が綾菜は気持ちが晴れたと僕は思いましたね。だからユキオがこうそういう本音でまだ山田さんのことを心配できるぐらい善人であるから、その善人であればあるほど綾菜からしたら苦しいよな。どんどんさ、自分の情けなさみたいなものが、ユキオが善人であるからどんどんなんか加速していくって思った。ほんで綾菜とユキオがさ旅行行ってさ、ユキオがマフラーを編んでほしいって言うんよな。
ほんでそのマフラーを編んでほしいみたいな言った後に、でもなんでみたいな、今からの季節もういらんくないみたいな会話があんねんけど、それでまあなんかごまかした感じの理由を適当に言うんやけど、あの時僕はマフラーを編ませればまあちょっとかかるやん、数ヶ月。その間は別れずに済むみたいな意味でユキオは言ったんかなってなんか思ってたんやけど、最終回見たらなんかユキオはさ、マフラーを編んでる時ぐらいは俺のこと考えてくれるかなって思ってみたいなことをポロッと言って、あれ切なかったな。あれ切ないね。切ないし、綾菜はまああんな関係をさいろいろ持ってるからこそ、そんななんか純粋な気持ちをぶつけられた時にやっぱダメージくるよな、だいぶ。ほんでその編んだマフラーを綾菜はユキオに渡すけど、ユキオはそれを受け取らずに綾菜の首に巻いて返すんよな、受け取らずに。でもう巻いた瞬間さ、もう綾菜もみたいな顔になって、もうその瞬間にちょっとなんか数秒間があって、あ、今から振られるんやみたいな、これがさ確信になる瞬間。あの瞬間ももうでその瞬間に察したから綾菜は嫌だって言うんかな、確か。あの瞬間もちょっと厳しかったですね。切実な嫌だが、だってもう今までの自分をやめて覚悟を決めて、この人としっかり向き合うんだって決めて振られるわけやからな。でユキオがその綾菜に他の男の人がいるのをクリスマスあたりから気づいてたみたいなことを言うんやけど、気づいてたからもうそろそろもしかしたらこの関係終わりかもなーって思ってたらしくて、でその時にずっとこの作中でユキオはどっか一歩引いて綾菜と関係を続けてる感覚が僕は見ててあって、その理由がなんかそこなんかなと思って。ユキオもさ優しいから察しがやっぱ悪いタイプじゃないやん。美容師しててなんかちゃんとこう気も使えてさ、優しいってことは察しが悪いタイプではないということで、でもう本格的にユキオが別れ話になってサエと付き合うかもしれない。サエっていうのはその美容室のアシスタントみたいな。サエと付き合うかもしれない。実は綾菜とのこともサエに相談しててねって言うんやけど、この時綾菜はこう黙って下を向いてこうちょっとこううなずくんよな、目をそらして。この時多分綾菜は私じゃない誰かに心を預けてるんだみたいな悲しみとともに、こう私が自分自身がしていたことはこういうことなんだっていう自覚が多分直にこう自分にダメージが返ってきて、自分がやっていたことの責任をすごい噛み締める瞬間やなって思った。あの一瞬のこのみたいな。でここでもちょっとなんか考えの違いが見えるなって思ったのよ、ユキオと。ユキオはサイに相談していたことに罪悪感をあんまり抱いてないように僕は感じたんですね。実は相談しててねみたいな、そんなにこう重く伝えてないからあんまりそれに対して罪悪感とかもないタイプ。けど綾菜はそういう自分の心のどこかを他の人に預けているのがすごい悪いことだって思ってる感じがする。なんか根本のそこがずれてるよな、多分。他の異性に心を預けていることがいいのか悪いのかみたいな価値観がちょっとずれてんのかなって思いましたね、あのシーン。
で今話さなくていいさえさんの話をしてくれたのは私のため、私の気持ちを少しでも軽くするために話してくれたの？俺も浮気してるよってこと？って綾菜が聞き返すんな。でおそらくその幸男がわざわざその話をしたのは幸男の優しさやとは思うけど、俺も浮気してるよってことっていう質問に対して俺は浮気してないってきっぱり答えるから、だから綾菜はそれでも浮気してるっていう感覚が若干あるけど、幸男はそれに対して浮気してるっていう感覚は1ミリもない。きっぱり言えるから多分1ミリもないんかなって思いましたね。で最後に綾菜もう別れるってなって綾菜からごめんと一言、多分こんな自分でごめんかな、そんな感じのごめんが一言あって、幸男もこちらこそごめんって。まあ綾菜のさごめんはさ、そういういろんな人と関係持ちながら付き合ってってごめんとか、こんな自分でごめんとかいろいろあると思うんやけど、幸男のこちらこそごめんはどんな思いが込められてんのかなっていうのを思いまして、幸男は優しいからなんかその綾菜のその状態の綾菜を受け入れてあげれへんくてごめんっていう気持ちなんかなっていうのを、どういう気持ちでごめんって言ってるんかなって考えたな。で最後に幸男の美容室でカットしてほしいと打診しますね。ここでやっぱ綾菜ぶっ飛び女なんで、別れた後に最後に髪切ってくれと美容室でで幸男はもう綾菜のこと大好きやから美容室で別れ話したらずっとしんどいから、だからカフェとかずっと知らん場所に初めての場所にしたのにみたいなこと言うけど、勝手だなぁと言いつつ受け入れるんやな。結局カットしてくれるっていう。ほんでなんか温泉旅行行った時の口の話をその美容室でやるんやな。こう口はなんでここに口がついてるのかみたいな、目2つそもそもいらんくねみたいな、じゃあここに口ついてたらよくねみたいなくだりがあって、あでも耳でもいけるわみたいなあのシーン面白かったな。一生さこことかさずっとやっててさ、すごい一人でいる時のさ、たまにそういうこと浮かぶやん、頭にくだらんこと、それをドラマであれだけの尺を使ってさ、これかなみたいなあれずっとやるのちょっとおもろいなと思った。作者だいぶ攻めてんなと思って、あれだけの尺使うの。でもあの瞬間の綾菜が一番可愛かったかも。でこう耳はこっちでこうあったら隣の人はこうやから、違う、口がこうあったら隣の人もここにあるわけやから、こっちの人はこうして喋って、で聞くときはこっちで聞いて、だからずっとこうしなあかんねみたいなくだりやったんやけど、最後に幸男がこう向かい合えば聞けるしこう喋れるやんみたいな、だからちゃんとまっすぐ最初から向き合えば簡単だったのかもねみたいな、で綾菜もそうかもねみたいなで終わるんですねんでカットの時かな、美容室かどっかで、私幸男のこと一番大切で一番失いたくないのになんで裏切るようなことをしちゃったんだろう、自分でも説明つかなくてって泣くシーンがあって、一番綾菜がこう感情を出したシーンやったかな。今まで泣くとかなかったし、すごい小太郎とかに対してはすごいさっぱりした感じに描かれてたから、そうやって泣いてこうすごい人間らしく後悔するみたいなシーンは多分初めてで、一番大切で一番失いたくないのになんで裏切るようなことしちゃったんだろうっていうセリフ、これはもうすごいまっとうなさ考えなんやけど、僕がなんでそんなことしちゃったんだろうっていうのに感じたのは、多分一番幸男が大切やったから
まっすぐ向き合いすぎると終わるっていう風に綾菜は感じてたんかなって思いましたね。綾菜は多分常に孤独感とか疎外感を感じていて、それを満たしてくれる異性と関係をこう同時に持った方が長くは続いたんかなって思うんよ。だから最初からユキオともうコインランドリーで出会った時点でもう他の人と辞めるってなったら、そのずっと他の孤独、山田さんに打ち明けてた恋愛、もっと根本の人間臭い悩みみたいなものを多分ユキオには話せなかったし、そんな自分を好きになれないみたいな自己肯定感を小太郎がこうずっと綾菜に好きって伝えて、んで綾菜はそれに対して雑に扱うことで、扱ってもずっとアプローチしてくれるっていうので、自己肯定感みたいなものをずっと補ってくれる小太郎っていう存在がいてっていうのが多分綾菜にとってなんかどこも満たしてくれるっていう状態やったんやと思う。それにそのずっと満たしてくれると反対にちゃんと一人の男性と向き合っていないっていう罪悪感が常につきまとう。だから一人を選んでも孤独をずっと抱えることになるし、複数人を選んだら自分はなんでこんな情けないんだろうみたいな罪悪感と付き合い続けることになるんかなっていう、どっちを選んでもまあ苦しいことに変わりはないんかなと思いました。でそんなことを泣きながら言って、私ずっとこうなのかなみたいな、自分勝手で結局誰のことも好きじゃないのかな、すぐに好きになっちゃうとか言うけど、本当に好きだったらすぐに他の人に惹かれたりしないじゃん、好きって何と涙するシーンがあるんやけど、ユキオは知らねえって綾菜がめっちゃ泣いてるとこに知らねえってすっごい冷めた顔で知らねえの一言で片付けるんよ。それ他人になった途端めちゃくちゃ冷たいなって思ったんやけど、まあそんだけ浮気されたから知らねえって気持ちも、いやそらそうよなってユキオからしたら、そこで知らねえって何言ってんだこいつ知らねえよみたいな感じで言えた方がちゃんと自分を守れる人間なんかなとも思いましたね。だからこそユキオはなんかある程度優しさがあるというか保たれてるような。苦しいなら綾菜が息がしやすいようになるといいね、俺にできることはないけどで最後知らねえの後にまあなんだかんだそういう風に言葉をかけてくれるのがユキオらしい優しさでしたね。だからほんまにもうまっすぐ優しいよなユキオは。でもそのまっすぐな優しさがまあ人によって受け取り方とかどう救われるかとか違うんかなっていうのが感じましたね。だから逆に山田さんとの関係とか打ち明けた時に最低ってはっきりユキオはもう怒って自分の嫌な感情を伝えるっていうのもある意味優しさかもしれんし、ぐっとこらえてもう知らねえって言えて、そういうちょっと一歩引いて息がしやすいようになるといいねって言えるのもそれも優しさで、まあ優しさの属性があるなとか思ったりで、最後にユキオはもう彼女じゃないからお金を請求するんよ。カットした後にいくらですみたいな、じゃあ8000円ですみたいな感じで冗談でお金請求すんねんけど、綾菜も一瞬お金請求するんだみたいな感じになって、いやでもそっかみたいな、もう別れたし彼女じゃないから当たり前だよねみたいな言って、でユキオがいや嘘みたいな、冗談だよみたいな感じで言うんやけど、綾菜はも
いやいや本当に払うみたいな感じで言うんよ。で冗談やでって言われたらさ、もう冗談かみたいな感じで終わればいいんやけど、あやなは結構ガチで払おうとするんやな。でなんかそういう行動にそのあやながさ、あれだけいびつな形で生きてきたならではのなんか覚悟というか、こういうところはちゃんとしないとみたいな、恋愛ではだらしない自分やけど、こういうところはそれをちゃんとこういうちゃんと形が彼女じゃなくなったからちゃんとお金払わないとみたいな、そういうちょっと覚悟、そういう人間であるがゆえのここは落とし前つけとかんとみたいな覚悟も見えたシーンでしたね。であやなが一回帰って戻ってくんのかな、戻ってきてもう一回こう一回出て戻ってきたから、最初からもう知らない人でリセットみたいなことを言うんよ。でもうまだユキオのことを知りたいみたいなことは多分あやなが言って、ユキオがもう興味ないみたいな、あやなのこと興味ないみたいな、知りたくないみたいなこと言うんやけど、あれはもう好きじゃないっていうより、ほんまに好きやからもうこれ以上知ってまだ傷つく、もうこれ以上傷つくのが嫌っていう、もう興味ないみたいな感じやなって。いやこれ以上知ってしまったらまた好きになって、で好きになればなるほどどんどん傷つくんだみたいな感じでしたよね。でそのもう完全に振られた後に小太郎とブランコを乗ってあやなが振られたみたいな叫んだら、小太郎が横でなんであやなが振られるんだよってあれめちゃくちゃおもろいよな。小太郎のアホさに救われるシーン、マジで小太郎のキャラが良すぎるよな。でも小太郎がいんかったらあのドラマ結構しんどくなるくない？じゃあ小太郎と付き合えばよかったんじゃないかとか、山田さんと付き合えばよかったんじゃないかみたいなさ風にも思うやん、あの作品を見てたら。けど小太郎と結ばれない理由としては、綾菜は小太郎を人間として好きやからなんかなって思うよな。綾菜も小太郎にこうアプローチされてなんだかんだ付き合わんみたいなことをこう蹴っ飛ばすけど、なんだかんだ会うのやめるのはちょっと別にそこまでしなくていいんじゃないとか、ちょっと止めたり、やっぱ綾菜のどこかを満たしてくれてる存在なんやなって思って、つまりはもう小太郎のことをオスとして見てないって感じかなと思ったよ。でも付き合ってほしいなっては思いましたね。小太郎と付き合った先がちょっと見てみたいなとか、で一方で山田さんと付き合ったらどうだったのかとかは、やっぱ山田さんとはバックグラウンドとか性格とかが似てるから、うまくいきそうとかもちょっと思うけど、かといって山田さんと付き合って幸せな未来が待っているかと言われるとあんまり想像はつかへんよな。山田さんと綾菜のセットだからなんか多分一つ足りんっていうか、不安ではないんやけど信頼は置けるんやけど、なんか一つスパイスが足りないみたいな関係になるんかなって思った自分は。山田さんと綾菜は多分小太郎のあのアホさみたいなものが山田さんにあればでもそれは両立せえへんな。全体的な感想として、綾菜が幸男とまっすぐな恋愛をする未来っていうのも見たかったなっていうのと、ただその未来があったとしても僕は綾菜はどこかに孤独を抱えながら生きると感じました。その孤独はどこから来るのかって考えると、カフェで話した時に現れた育った
環境や経験の違いによるユキオとの価値観のズレというか、あやなタイプの人間は多分あやなタイプの人間は難しいよな。僕はあやなタイプの人間であるという自覚が若干ありますが、ほんまになんかわかるなって感じ。あそこまでドラマみたいにはっきりしてないけど、なんかわかるなっていう感じはあるな。だから難しいよな。やっぱ自分だけで完結しひんとさ、どこにもこう心の居場所とかを置いて、それでうまくバランス取ってるんやけど、結局じゃあ相手がそれを受け入れるかって言われたらそうでもないし、多分自分もそういう自分を嫌いになるから、難しい難しいよな。その塩梅が取れる人っていうのがいるのかいないのかっていうのは難しい話ですわ。もし自分がユキオやったとしたら、あのカフェで人質じゃんそんなのみたいな、あれはあんま言わへんかな。なんかその人を山田さん思う気持ちはわかるし、自分は自分でそれをこう聞いて辛いよみたいな、ちゃんと感情を出しつつなんかその関係自体を否定するっていうのはあんまりお互いにうまくいく方向ではないかなと思ったから、自分やったら否定はせえへんけど自分は辛いよって伝えるかなみたいな風に考えましたね、あの状況になった時。でエンちゃんがめっちゃいい友達やな。めちゃくちゃ優しい友達、程よくなんか陽キャ感もあって受け入れてもくれてみたいな。で今泉力也監督かな、今泉監督の作品、僕は愛がなんだ、街の上で千尋さんの3つ今まで見たかなを今まで見たけど、なんかそれらとはちょっと違った角度の恋愛かなと思いましたね。ここまで生々しい対比を描いたことはあんまないんじゃないかなって。このドラマが共感できるかみたいな論点になるのも、このドラマがドラマとか映画風に書かずにリアルさを求めたから、このストーリーが共感できるかできないかみたいな論点ができるんかなと思いました。僕は綾菜側に共感した。大体その人が見るかと思うんやけど、ユキオ側に共感してたらこんなん見てられへんな。クソ野郎ドラマになるよな。綾菜にちょっとなんか分かるとこだったから、ほんまになんか最後苦しいなーって感じの終わり。僕もここまでではないけど、この人にはこの部分を預けれるなみたいな感覚はあって、それでもこんなドラマみたいに同時並行なんて現実ではできひんから、結局じゃあ好きな人ができましたってなったら、その今までなんかどこか心を置いていた人たちっていうのをもう関係を切ってその人と付き合っていくっていうことをやっぱ選ばなあかんやん。現実やとそうしなあかんやん。だからそうなると一回こう完全にリセットされるわな、人間が。んでその時付き合ってた彼女と別れたら、なんかもうゼロに何もこう消え去るみたいな、一旦あれが結構しんどいですね。だからそれを割と何回か繰り返したかもな、今まで。でももう年齢的にも厳しいわな、そんなことをしてんの。だからこっからだいぶ孤独になっていく年齢やな。孤独になっていくんで、やっぱりこう自立した心、自分で自分の心を満たせる、環境を作っていかんと、パートナーができてもできなくとも大変かなと思う年齢になってくんのかなと思います。そういうああいう形のさ、誰かに頼ってたのがこうなくなって、でまた人を好きになって、そんなことを繰り返してるうちになんか自分のことを好きになったり嫌いになったりみたいなで、恋愛なんてしんくてもいいやみたいな
形気にしてもしんどいなとか、そんなことを思ってもがきながら、ほんでまた忘れて恋愛して、でまた苦しさを思い出してみたいな。そしたらまあ思ってたよりうまくいったなとか、まあそんなことを感じながら多分生きていくんやなって思いますね。そんな感じの感想でした。ありがとうございました。まあ感想とか書いてもらえれば読みたいなと思います。みんなの感想を。さようなら。